皆さん、こんにちは。大学生のためのマイクロビット講座第4回を始めます。今回のテーマは、シリアル通信とデータ活用です。マイクロビットが計測したセンサーデータを、ただ見るだけでなく PC で記録・分析する方法を学んでいきましょう。本日のゴールは3つあります。まずは、仕組みを知ること。シリアル通信の概念を理解し、接続方法を学びます。次に、見る・記録すること。データをリアルタイムでグラフ化し、CSV 形式で保存します。最後は、分析・つなぐこと。Excel で統計処理を行い、さらに Python での自動受信にも挑戦します。まずは、シリアル通信の基礎知識から整理していきましょう。シリアル通信とは、データを1ビットずつ、1本の信号線で順番に送る方式のことです。図のように、送信側から受信側へデータが流れていきます。配線がシンプルで済むため、マイクロビットのような小型デバイスの通信に非常に適しています。マイクロビットでは、温度や加速度のデータを USB ケーブル経由で PC に送る際にこの方式が使われています。マイクロビットを USB で PC につなぐと、PC からは、シリアルポートコムポートとして認識されます。自分の PC で何番のポートにつながっているかは、デバイスマネージャーから確認できます。この通信は、プログラムの書き込みだけでなく、実行中のデータをリアルタイムに画面表示する際にも重要な役割を果たします。通信において重要なのが、母レートと呼ばれる通信速度です。マイクロビットの標準は、11500bps です。大切なのは、送る側と受ける側でこの数値を一致させることです。ここがずれていると、データが文字化けしたり、何も表示されなかったりする原因になります。それでは、実際にマイクロビットを使って通信を行ってみましょう。メイクコードには、シリアル通信用のブロックが用意されています。主なものは3つです。書き出し文字列、挨拶や状態など、テキストを送信します。書き出し名前と数値、最も重要なブロックです。これを使うとメイクコード上で自動的にグラフが描画されます。行を読み取る、PC 側からの指示をマイクロビットが受け取る際に使用します。実習の一つ目は、コンソール接続です。最初だけブロックに、シリアル通信1行書き出すスタートを配置します。プログラムを書き込みます。書き込み後、シミュレーターの元に表示される、データを表示デバイスをクリックしてください。画面に、スタートという文字が表示されれば成功です。なぜデータを記録し続ける必要があるのでしょうか。それは現象を、点ではなく、線で捉えるためです。一瞬の数値だけでは全容はわかりませんが、トレンドを分析することで、将来の予測や自動制御が可能になります。計測、送信、保存という流れを意識しましょう。次に、加速度を可視化してみましょう。ずっとの中で、名前と数値を書き出すブロックを使い、加速度の絶対値を送信します。この際、100ミリ秒の停止を入れるのが、データを安定して送るコツです。マイクロビットを振ってみて、波形がどのように変化するか観察してください。取得したデータは、世界標準の CSV 形式で保存しましょう。CSV はデータを間まで区切ったテキストファイルで、Excel や Python など、あらゆるソフトで読み込める最強の共通形式です。メイクコードのコンソール画面にある、データをエクスポートするボタンを押すと、CSV ファイルをダウンロードできます。ダウンロードしたファイルをメモ帳などで開くと、時間と数値が記録されていることが確認できます。保存したデータを使って、Excel で分析を行いましょう。平均値、最大値、標準偏差といった統計量を算出し、散布図などで可視化します。静止時と動かしている時の差を具体的な数値で説明してみるのが今回の考察のポイントです。CSV を Excel で開く際は、ファイルの種類で、すべてのファイルを選択し、ダウンロードした CSV を指定してください。Excel 関数の使い方の例です。平均値はアベレージ範囲。標準偏差はストデーブ P 範囲これらを使うことで、データのばらつきを客観的に評価できます。グラフを作成したら、グラフ要素の追加から、
近似曲線、移動平均を選択してみましょう。細かいノイズが抑えられ、データの大きな傾向がつかみやすくなります。さらに高度な活用として、Python での自動受信があります。メイクコードのコンソールは手軽ですが、Python を使えば長時間、安定して自動記録が可能です。これは将来的に AI 解析へつなげるための重要な基盤となります。Python で通信を行うには、シリアルライブラリーを使用します。コードの要点は3つです。シリアルポート番号と速度115,200を合わせる。リドリンで1行ずつ読み込む。デコード1重引用符 UTF-8 1重引用符で、送られてきたバイト列を文字列に変換する。また、プログラムを実行するには Python をインストールしておく必要がありますので事前に準備しておいてください。実際に Python プログラムを動かすと、このようにターミナル上にマイクロビットからのデータがリアルタイムで流れてきます。本日のまとめです。シリアル通信は、デバイスと PC をつなぐ、情報の架け橋です。名前と数値ブロックを活用すれば、簡単にグラフ化やデバッグができます。CSV 形式を介して、Excel などの強力な分析ツールへデータを渡せます。Python を使えば、データの取得から加工までの自動化が可能です。以上で第4回の講義を終わります。